今日は愛しの真鍮文具たちをピカピカにしていこうと思います。ピカール金属磨き 180g336 円。無印良品カットコットン199円。今回磨いていく真鍮の文具たち、軽く見ていこうと思います。まずはカベコスペシャルプラスの 0.5mm ペンシルを見ていきましょう。こちらは購入してから約2ヶ月ほどが経過しました。購入した直後の2週間はかなり頻繁に使っていたんですけれども、それ以降はあんまり使っていないっていうのが現状ですね。購入した当初はびっくりするほどツルツルだったんですけれども、今ではね、かなりツヤがなくなりつつあるといった状況です。これはこれですごく味があっていいとは思うんですけれども、どうしても使うと指が汚れてしまうような感覚があって、ちょっと使うのに抵抗が出てきてしまったんですよね。それからこちらが緑のブラス定規です。こちらも真鍮が使われた定規ですね。アルミの定規とかと比べると、かなりねずっしりとしています。こちらの定規は2016年の12月に購入したので、そろそろ購入してから6年が経過します。こちらの定規の開封動画はネットの海に今も残っているんですけれども、最初はねこちらもすごくピカピカで輝いていたんですよね。もう今は見る影もありません。もうかなりくすんでいて、すごい年代物っていう感じがしますよね。こちらがサクラクレパスのクラフトラボ001でございます。このグリップと口金のところに削り出しの真鍮が使われたゲルインキボールペンでございます。こちらも2ヶ月ほど前に購入しました。カベコスペシャルブラスの方がちょっと早く購入したんですけれども、くすみ具合はカベコの方がね進んでいるっていう感じですね。これまで金属を磨いてピカピカにしたことがなかったので、何を使えばいいのかよくわからなかったんですけれども、いろいろと調べた結果、こちらのピカールに行き着きました。こちらは Amazon で購入したんですけれども、180g 入っていて336円ということで、かなりお手頃ですよね。購入できる Amazon リンクは動画説明欄に貼っておきます。こちらのピカールなんですけれども、真鍮以外にも銅やステンレスやアルミなどの金属も可能です。あとはプラスチックの製品も磨くことができるそうです。この薬品の中に研磨剤が入っているので、磨く時にね表面をわずかに削るっていう方式なんですよね。歯磨き粉みたいなものだと思ってください。なので表面にメッキ処理されたものとか、あとは塗装だったりコーティングされたものに関しては使用しない方がいいので、そこはご注意ください。それから適当な布があれば何でもいいんですけれども、ちょっとねいい布がなかったので、無印良品に行ってこちらのカットコットンっていうものを購入してきました。本当にお家にある雑巾とかでも全然いいと思うんですけれども、このピカールで磨くとねかなり布が黒く汚れてしまうんですよね。こういった使い捨てのタイプでやるとすごい気楽にできるんじゃないかなと考えています。今回研磨剤入りのこの薬品を使うということで、表面をね削っていくわけなんですよね。なので重さが変化するのかなと気になったので、削る前と後でペンの重量を比較して見ていこうかなと思います。カベコスペシャルのブラスを10回測定した平均値が 27.15g としましょう。クラフトラボの平均値が 34.15g、 緑のブラス定規の10回平均が 26.63g でした。さあ、それでは早速磨いていきましょう。この2本のペンは5000円以上して高くて、失敗するとね怖いので、まず最初にこちらの定規から磨いていこうと思います。これも1000円と高いんですけどね。まずはですね、このピカールの、キャップを開けていきます。マジでこれ初めてやるので結構緊張してますね。うわ、これ結構きつい匂いがしますね。シンナーみたいな匂いなんですかね、これは。缶をよく振ってくださいって書いてあるんで、ちょっと。はい、では、このコットンにつけていきます。結構出ますね。こんなに出しちゃっていいんですかね。これを、こんな感じでちょっと伸ばしてから、まずはね失敗すると怖いんで、裏側のちょっと目立たないところからやっていこうと思います。おー、
結構なんか黒い汚れが、うわ、すごいですね。なんか黒い汚れが浮き出てきてるような感覚がありますね。磨いてみると。うわ、すごいな。めちゃくちゃごっそり綺麗に取れますね。コットンなんで磨いてるとファーファーになっちゃって耐久性はちょっといまいちかもしれないですね。ピカール結構垂らしすぎちゃったかなと思ったんですけど、意外と全然そんなことなくて、むしろ少ないぐらいですね。結構たっぷりめにピカール垂らしてあげた方が良さそうですね。6年分の黒ずみっていうのがこんなにも蓄積されていますね。もうこことここで全然違いますね。やっぱり経年変化すると小麦色みたいな暗めな金色に変化していくって感じですね。もう最初こんなに明るかったんですね。ちょっとピカール少なかったんで、もうちょっと足していこうと思います。やっぱり黒いのが浮き出てきてる感が本当にすごいありますね。結構頻繁に付け足す必要がありますね。こすり続けて10秒ぐらいすると、もう結構汚れが、黒ずみが取れているっていう感じですね。でも頑固な黒ずみはなかなか取れないみたいなところもありますね。この点とかなかなかね取れないんですよね。あんまりねやりすぎると定規が痩せてしまうので、磨き終わったらもう一枚の布でこうやって拭き取ってあげるといいというふうに書いてあったので、ちょっと拭き取っていこうかなと思います。うわ、すごいピカピカですね。かなり頑固な黒ずみも残るっちゃ残るんですけれども、すごくないですかね。もうめっちゃピカピカです。表面がこんな感じで、磨いた裏面がこんな感じです。もう輝きがすごいですね。いや、面白いな。研磨剤ということで表面についた小傷もかなりね綺麗にしてくれると思うんですけれども、どうしてもこういう深めな傷に関しては残ってしまうので、完全な新品に取り戻すっていうことは結構難しいなとは思います。さあ、では表面も磨いていこうと思います。ちょっと怖いのがね、ここのメモリがレーザー刻印になってるんですけれども、これ磨いていくとメモリが消えちゃうのかっていうのもね、すごい気になるので、ちょっとやっていこうかなと思います。なんか表面をなぞるだけでも結構黒ずみが浮いてきてる感がありますね。いやー、でもやっぱり6年分の黒ずみの蓄積はめちゃくちゃ頑固だな。ちょっと付け足していきます。いや、この無印のコットンちょっと失敗でしたね。もうちょっと大きい布買った方が良かったですね。手もすごい黒くなってきちゃいました。さあ、では、拭いていきましょう。やっぱりこうやって手で持つ時にも指紋がねついちゃうんで、ちょっとあんま指紋つかないようにした方がいいですね。よし、こんな感じでいいんじゃないでしょうか。やっぱりどうしても近くで見ると結構小傷とかがねちらほらとはあるんですけれども、どうせこっからまた酸化してくすんでいってしまうので、傷とかはねそこまで神経質に気にしない方がいいかなと思います。まだ磨いていないペンと比べてみると、やっぱりね磨いた後の真鍮っていうのはすごい白っぽくなってますよね。これまで日の光を浴びなかった部分の金属が待ち望んだかのように輝きを放っております。さあ、ではクラフトラボ001のこのグリップの部分やっていきましょう。こちらはそこまでくすみが強いわけじゃないので、軽くね磨いていこうかなと思います。このペンは回転させながらね真鍮の塊を削り出していると思うので、こうやって回転させながら磨いてあげると自然な仕上がりになるんじゃないかなと思います。わお、結構黒くなりましたね。思った以上に黒ずんでましたね。ちなみにこの真鍮の表面に付着する黒いものっていうのは、サビではなくて酸化皮膜なんですよね。真鍮の表面がこうやって酸化皮膜で覆われることで、鉄みたいに全体が錆びて腐食してしまうのを防ぐような効果があります。自分で自分を守るみたいな、そんな感じで本当に生き物みたいな素材だと思いました。さあ、あとは拭いていきましょう。拭く時に結構ツヤが出るので、この拭いてる瞬間結構楽しいんですよね。わかりますかね、これ上半分だけちょっと拭き取っているんですけれども、輝き具合がね全然違いますね。さあ、グリップをボディにつけていこうと思います。うわ、すごいことになっちゃいましたね。僕買った時こんなに輝きがなかったんで、ちょっとね磨きすぎた感があるかもしれないですね。このグリップももともとはこの後ろの金具と同じような暗めなゴールドだったんですけれども、やっぱりね磨くともう本当にすごい白くなりますね。
小傷もほとんどなく、かなり綺麗な新品に近い状態に変化しました。では皆さんお待たせしました。カベコスペシャルブラスを磨いていこうと思います。このカベコスペシャルのね、刻印が剥がれないかっていうのがちょっと怖いんですけれども、磨きすぎないような感じで磨いていこうかなと思います。ちょっと今日磨いてみて学んだのは、ちょっとやりすぎなくても案外ピカピカになるっていうところです。もうちょっとやっといた方がいいかなって思うぐらいでちょっと一旦止めてあげて、で何もつけてないやつで拭き上げてあげるといいんじゃないかなと思います。でもし拭き上げた時にやっぱりもうちょっと磨きたいなってなったら、さらに薬品をつけて磨いてあげればいいと思うので、そんなにやりすぎない方がいいと思います。やっぱりね、かなり綺麗になってきましたね。このカベコスペシャル買った時、本当にこの輝き具合に感動したんですよね。このピカピカ具合をずっと保っていたいと、思いながらね、使っていたんですけど、すぐに黒ずんできちゃったので、やっぱり真鍮って本当に儚い金属なんですよね。ちょっとここの部分がまだ黒ずんでるので、もうちょっとだけ磨いていこうかなと思います。ここもまだちょっと黒ずんでますね。だいたいピカピカになればいいかなみたいな感じで、うわ、すごいっすね。もう本当にほぼ買った当初に戻りましたね。で、最初懸念していたこのカベコのロゴの部分なんですけれども、薄くなるってことは全然なかったですね。ただね、こういうのを何十回何百回と磨き続けてると、さすがにこの刻印も剥げてきちゃうと思うので、2ヶ月に1回とか半年に1回とか、それぐらいの頻度でたまにやってあげるのがいいと思いますね。やってるとすごい楽しくなっちゃって、なんか毎日やりたい気持ちもね、すごいわかるんですけど、とことんまで黒ずみさせてからのこのピカピカっていうね、ギャップもすごい面白いと思うので、本当にたまにやってあげるようにしましょう。で、ピカールで磨いた際につく小傷ってどれぐらいできるのかなと思ったんですけれども、見る限りほとんどないですね。もともとあったうっすらした小傷も消えてくれてると思うので、本当にすごいリフレッシュした気分ですね。初めてね、こうやって真鍮で磨いてみたんですけれども、本当に真鍮って面白いなって改めて思いました。前後で重さが変わるのかっていうところなんですけれども、ちょっとね、これ本当申し訳ないですけど、測りの精度があんまり良くないっていうこともあって、0.02g 増えちゃったり、なんかすごい変な感じになってしまいました。実際にこの測りの精度が 0.09g ということで、誤差の範囲内ではあるんですけれども、実際に減ったかどうかっていうのは、この測りでは測定不可能でした。もっと精度の高い測りを買おうか検討中です。実は他にもこのスティールフォームペンのブラスっていうのをね、僕持っているんですけれども、こちら最初鏡面仕上げじゃなかったんですよね。ちょっと艶消しなマットな質感になっていたので、これでね、ピカールで磨いてしまうともうツルツルになりすぎちゃって元の質感を損ねてしまうんじゃないかなっていうところがあるので、こういうピカールを使うときは、鏡面仕上げで仕上げられた文房具の方がいいと思います。で、あとこちらの Y スタジオの真鍮芯ケースなんですけれども、これはね、おそらくむき出しの真鍮じゃなくて、何か表面にコーティングがされているんですよね。これもやらない方がいいですね。こうやって手で握った時に、この指に金属の匂い、10円玉みたいな匂いがついてしまったら、むき出しの真鍮っていうのがわかるので、それを参考にするといいんじゃないかなと思います。もし指に何も匂いがつかないっていう場合は、何かしらコーティングがされていると思うので、そういうものに関してはピカール使わない方がいいと思います。いろいろ磨いてみたんですけれども、指がすごい汚くなってしまいました。ちょっとね、この薬品も結構匂いきついので、指にもあんまり良くないと思うので、ちょっと手を洗っていこうかなと思います。では、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ちなみに洗剤を使って手を洗うとすぐに綺麗になりました。アレクサ、撮影終了。わかりました。